ほんじゃね、今日本来なら、6月頃にやる仕事がですね、今年はこういう、日照りの関係で、生育が、良くなったというかね、本来、今頃こんなに大きくはならんですが、実はこの辺見てもらうと、もうここが頭でっかちで、この辺もかなり、枝が伸びとるという状況なんです。それで、もうちょっとこう普段はまあこれぐらいかな、これぐらいで冬を越すんですが、今回はこれが実は、満3年、来年4年になるこれ木ですね。で、皆さんに、これも4年なんですがね、これは頭がそんなに大きくないから、まあこれはほとんど触る必要はないんですが、この辺同年の3年生ですね、満3年。この辺は頭を少々というかね、葉刈りをちょっと強くしておかんと、この辺の枝が、太くなっちゃうという傾向があるんです。この場合は1年、先輩で4年生ですね。4年生で、来年5年になるわけなんですが、それでもこんなにもご覧のように全部から、したがって今日はこれ4年3年と4年を本来はまだ金網は秋にはかけないんですが、どうもかけた方が、来年作業がしやすいというふうに、実はこれが兄弟の4年生、ですね。で、針金かけて金網釣りやったら意外といい状況になりましたので、まあいずれにしても半年早く作業ができるようになったということですね。これは3年生でこういうですね、かなりこれもこんなに枝がねたくさん出るということですから、この辺を相当刈り込んだんです。それは今年つい最近やった23日前にやったやつ。昨日その前かな、2日前にやった作業です。でこれをどうもやっといた方が、これからの成長過程で、役に立つんじゃないかなということで、これとこれ向こうへ持ち込んでやります。2年生分かりますよ、これが2年生ということは去年指し召して、まあそういうことです。それでもこんなに元気がいいから、うちの棚の状態を見ていただきましたけれど、日照りが続くんですが、最近9月になって寒冷車はやってないんですね。目切りなんかは、樹勢調整を兼ねてますので、ちょっと皆さんご覧いただくと、この目切りの方法ちょっと雑に、やってるように見えますが、まあこれは元気でもあるしね、少々深く切り込んで、私は、一番深く切り込むのは頂点です。で下の方はまああまり刈り込みはしないんですが、これがバランスを整えるための、目切りですのでね。
針金釣りをやろうかなって思う判断っていうのは、やっぱりね、あそこに事例としてもう2、3日前にやった、あれ針金掛け、やったんだけれど、相当硬くなってる、この枝がこう下げるのに、だからできれば針金をかけといた方がこれからは楽だなというあれですね。まあどっちみちやるんだから、まあやる時間がなけないはいかんけど、やっといた方が私はいいと思いますけどね。私は針金じゃないけど、針金釣りをまあ秋じゃなしに春の方がいいと決めたのは、置く場所がちょっと制限されるんですよ。まあやれる時期にやっといた方がいいんじゃないかな。早めにやった方がいいんじゃないかなと思うんだけどね。だけど毎年やらならんでね、針金掛けも毎年やるんだよ。まあそれで一回で癖がついちゃうっていうわけじゃないでね。まああとこういうふうで、これを針金掛け。これ針金は下にあれを針金網やって、網やる。でこれ今日は 1.5、 本当は1ぐらいで大丈夫だけどね。まあ今度戻してまた1っていうのはやりやすいことはやりやすいけどね。あと再使用がちょっと、あとの再使用する1センチのやつは、再使用の用途がこれ以外にないからまああまり私は使わんようにしとる。一番最初に針金を買おうと思ったらどのサイズがいいとか。 1.5 はほとんどまあ使えるで、この柔らかいものに対してはやっぱり1が一番使いやすいけどね。枝が、この今年伸びたやつにすぐ使うにはやっぱり1ぐらいの方が、この 1.5 よりは1の方が使いやすいけどね。まあだけどこうやってゆっくりやれば、そう慌てて、やる必要はないで、ちょっと硬いなと思う程度だって大丈夫で。よし、まあ一応こんなとこだね。これでとりあえず年を越す、まあ前後ろまだこの下からネギ輪から近いとこが1の枝、で、もうちょっと説明すると、1の枝はこれはこっちとこっちと同じところらへんの高さにあるだろう。こっちの枝とこっちの枝がわかる？同じところにある車枝って言って嫌われる枝で、これは本来はどっちかに、どっちかを一緒のこのとこっていうのは意味枝って言って、まあそこら辺まではまだいかんけど車枝だね、これは嫌われる枝だから、私は多分将来的にはこれを落とす、こっち側を落とす、これを使うということになると思う。そういうことです。これをちょっと短くした。こんなもんだね。
これあまり長くしとくとね、これは太くなるで。もうちょっと短くしとく。こっちを長くしとくと、ここに横枝がつくとだんだん早く太っちゃうという気配がある。OK。こういう感じです。はい。これが3年生の、だいぶんだけど、3年生、太なっとるよ。どこがまだ正面になるかわからんけど、これぐらい枝が出てくれるとやね。で、こういうのはね、またここからまたここら辺切ると全体刈り込んで樹勢のために切ると、この辺に力がついてぐっと出てくる。これ4年生だで、4年生春に樹勢調整かなんかしてるよね。したってもこういうふうになるで、じゃあそういうことでこれ枝がさ、ガーッと伸びてくると、普通さ幹を太くしたいっていうじゃん。幹は太くなってかんの？なるよ。なる？なるけど、ここは切っとかんと、ぐんぐん伸びるだけで何もならんから。幹を太くしたいとかっていつも言うじゃん。まあそれもあるけど、枝をたくさん残した方が、いっぺんに両方いろんなことは無理だ。だから枝作りをやりながら幹も太くしながらね。これは一番大変なことだけど、やっぱりやれることは全部いっぺんにはやれんけど、そのためにはいい管理を、日光の管理、寒冷車をうまく使って、太陽の光線とか水、肥料でその辺をコントロールすると太りも早いよね。太りが早いというのは枝がたくさん出るから早いんだね。だけどこうやって枝切っちゃうと太りが遅くなるがねっていうことになるけど、それはそれでどっちかを選ぶ、自分の好きな方を選ぶ、それはしょうがないけど、うちは真夏でも乾きが悪ければ寒冷車外す、元気がなくなったら半日日陰のところ置いた方がいいよ。とにかく1日に2回は乾燥というまでにはいかんけど、乾くように、鉢が乾くように寒冷車をコントロールする。張ったり外したりで、そうやって1日2回は水をやるようにして、水をねあまりやらないようにすると肥料が鉢の中へ沈んでかんだね、栄養分が。だからできるだけ水は、肥料を鉢の中へ入れるための水だでね。で根に届くように、根に届かんと今度天井が赤くなる。ここの、赤くなるのは根っこまで水が届いとらんっていうことだね。これ重要なことだよ。根っこまで水が届くか届かんかというのは今度土がいいか悪いかになってくるでね。一つ一つこの盆栽の管理というのは意味のあることをやっとかなか。ちょっともうちょっと深く刈り込んだ方がいいけど。これぐらいにしとこうか。よし、こうしよう。
これとこれとこれか、ものすごい、これは枝があるでものすごい棚ができるぞ、棚ができると、こういうやつはよう太りかけたらあっちこっちに棚があるで。これはここにもあるんだ。おお、ここにもあるんだ。3箇所いるわ。おお、これはすごかったな。1、2、3、4だ。これかな。まあいいか。これでやっていくか。端数ばっかで。細切りの。いかん、届かん。うん？届かん。それは届かんわ。届かんけど、つなぎでやってくれよ。おお、たくさんできたじゃん。はい、こんなとこだね。まあこれで、来年の春、かなりまだ9月10月ぐらいは少しずつ吹いてくれるんで、たくさん芽が吹いてくる。またここから、かなり出てくれると思います。ということで、できればここら辺までまあ上があまり葉が出てないのはいいですよ。バランスが崩れとるような上ばっか成長して下が成長あまりしてないっていうようなのをやってください。じゃあ終わります。これでもう2、3年すると完成、成木になっちゃう可能性あるな。あら、カンタさん。暑いカンタさん。